今日は世界で何食べよう。どうも、しょうごです。路上で違法薬物が蔓延するアテネでローカルフードムサカ、イエミスタ、スパナコピタを食す。旅の資金残り517万円。ギリシャサントリーニ島からアテネ、そして世界遺産メテオラの移動となります。アテネってこんなに治安悪いのと思いながら見ていただけると嬉しいです。やっぱりアテネといえば、おお、やばいやばいやばいバス来た。危ねえ、引かれるとこだった。やっぱアテネといえばオリンピックが1回目に開かれた場所っていうのが有名だから、この後パナシナイコスタジアム、1896年にアテネでオリンピック第1回が開催されたんだけど、そこを見てこようと思います。マジでギリシャしょんべんくせえなと思ってんだけど、ほらやっぱああいう子供がここら辺で普通にタッションしてんだよね。なかなかだな。マジでしょんべんくさいっす、街中が。ちょっと最近マジで太ったんで、ダイエットも兼ねてこっから初めて行く都市は走ることにしました。走るとやっぱり、いろんなとこ見れるし、あと地図見ずに走るとその土地がどんな感じなのかってなんとなくわかるんで、今ギリシャ走ってると意外とね、匂いがしょんべん臭いんで、ちょっと匂いが嫌だなっていうのが初めての分かったりとかするんで、これから運動も兼ねて新しい都市に行ったら走ってこようと思います。前の左側の人がヨタヨタしてるけど、普通にこの通りマジでちょっと怖いかもな。注射器で多分薬っぽいのを渡してて、そんなことあるんだ。ギリシャちょっと怖いな。ああいうちょっと怖い通りもあれば、こういうおしゃれで綺麗な感じの通りもあります。ギリシャを判断するのが難しいな。多分この柵の向こう側は小学校とか学校だと思うんだけど、学校の校庭にこんなに柵するって初めて見たわ。怖っ。なんか僕アメリカ横断したことがあって、その時にデトロイトとかそういうちょっと危ないところっていうのはコンビニとか家が、強盗に入られないように柵をするっていう、そういう風に聞いてたんだけど、ここも同じ感じなのかな。こんなに厳重に柵する？お腹も減ってきたということで、タスティーコーナーっていうお店が美味しいっていうの評判なので、そこでギリシャ料理もう一回食べてこようと思います。Well, it's a good smile. うまそう。ギリシャの伝統尽くし、いただきます。もうナスは揚げナスなんだけど、ドロンドロンにとろける感じで、チーズ自体もこのふわふわな、もうホワイトソースみたいな感じになってるね。この料理はギロスっていう名前なんだけど、言うたらケバブみたいなもんで、中にお肉と、あとは何といってもギリシャといえばヨーグルト、トマト、ポテトが挟んであって、ピタパンっていうちょっとふわふわした厚めのパンで挟んでる。肉もぎっしり詰まってる。ごちそうさまです。なんでここにカートあんのよ。持ってきたらちゃんと返しなよ。いやー、お腹いっぱいになって今からアテネの競技場の方に向かうんだけど、やっぱりね、どこかちょっと危うさを感じるんだよな、街自体に。落書きもすごいし。こっちの方。今もうアテネのオリンピック会場の隣にアテネ国立庭園っていうのがあって、今そこを歩いてます。もうかなり緑豊かで市民の憩いの場所っていう感じです。俺色黒アテネの気温なんだけど、最初は20度ぐらい、朝は20度ぐらいだったんですけど、今はもう30度超えてて、結構日差し強いです。憩いの場だな、これ市民の。今日は日曜ということもあって結構人が多いのかもしれないです。目の前に見えてきました、オリンピックのマーク。あれが有名な第1回ギリシャのオリンピックが開かれたパナシナイコスタジアム。なんか若干間違えた気がするけど、いいや。到着なんだけど、日本の方たちいるんだよな。やっぱサントリーニ島もそうだったけど、ギリシャは日本人観光客、しかも団体客が結構います。日本が初めて参加したのは第5回から1912年に参加したのがストックホルムオリンピックとなっております。30ユーロだから5000円でメダルは買えるみたいです。
チケットは1人当たり10ユーロとなっております。なんで僕たちが中に入んないかっていうと、やっぱりちょっと10ユーロ高いな。1人1700円、外からで十分ということで帰らせていただきます。アテネ国立庭園の横で何かな、バザーみたいなのやってるの。ストリートマーケットだね。オリーブオイルの匂いがプンプンするね。ネックレスとか雑貨とか、あとは何かな、特産物っぽいものが売ってます。ここはオモノイアスクエア、噴水がかなり高く舞い上がっております。ここが多分中心街でかなり綺麗なんだけど、そこって感じですね。ジョージアの方がまだ綺麗だった気がします。部屋はこんな感じの4人部屋になっており、清潔感はあるけど、もう本当に一緒に暮らす感じです。トイレ、バスは共有になっていて、普通ですね。僕たちが泊まってるのは男女混合4人部屋なんだけど、こちら側は男子10人部屋。これで最安値だから結構アテネは宿が高いです。トイレの水を流すのは今まで経験したことがないような変わったスタイル。プッシュボタン、ここを押すと水が流れる。なんじゃこりゃ。一旦ホテルに帰って休んでたんだけど、ここから夜ご飯を食べに中華料理食べていきます。本当はギリシャ料理食べたかったんだけど、今日日曜ということで、ギリシャの日曜日って結構お店閉まるのが早くて、もうそろそろ閉まっちゃうんで、中華料理なら空いてたんで、そこで中華料理という決断です。もちろん今言ったのは本当なんですけど、すいません、中華料理を見つけてテンション上がっております。マジで結構ね、街がすさんでんだよね。なんであの人登ってんだろう。この通りで合ってっかな。あった、あそこだ。色はかなり薄めな看板だが、しっかり人も入ってるので安心。店内は独特な匂い、一言で言うと臭い、台湾みたいな匂いがします。消化に良さそう。いただきます。スープから。マジでうまいわ。さすがだな、やっぱ中華って。なんかホッとするんだけど。牛骨麺。でけえ。うまい。スープとお肉はルーロン飯の味のような感じがして、でもそんなにきつくない、すっきりした味で、やっぱ中華ってうめえんだなって思わされます。麺自体は柔らかめの結構太めの麺です。最後はダンプリング。ごちそうさまです。今は宿をチェックアウトして5分ぐらい歩いたところにアテネの駅があったんで、ここにまで行きました。で、アテネの駅から今日はカランバカっていう、メテオラって知ってますか？ギリシャって意外とエーゲ海のイメージがあって、海のイメージだけどほとんど山なんで、その山の中にあるメテオラっていう修道院、隆起した山が有名なんだけど世界遺産なんで、そこに向かって5時間のバス、電車乗り継いでいこうと思います。駅の目の前にあるパン買っちゃおうかな。ナンバー8のプラットフォーム向こう側にいっぱい旅行者がいるんだけど、あっち側がカランバカ行きの電車なんで、チケットも事前に予約してあるんで向かってきます。電車到着。時刻通りだね。6番号車なんで、僕たちはどこかな。6番。無事に乗車完了。スペースも結構あるんだけど、こんなのもあって新幹線だね。車内は綺麗。朝食はさっき買った特大ドーナツいただきます。美味しい。砂糖がガリガリっていうほどついております。甘い。駅の名前はパラオパラロス
でもこれしかなかったんだよね、乗り換え便しか。そして乗り換えはなんとバス、電車じゃないんだよね。で本当は11時で出発なんだけど待っててくれたみたいなんでよかった。一瞬ちょっと焦ったけど待っててくれました。今3時間だったからここから来るの方は今よあと2時間向かってきます。乗客はだいたい半分ぐらい埋まってんのかな。清潔感があるバスでよかった。参りました。世界遺産メテオラ。やっぱ騎馬祭の岩っていうとちょっとロマンを思い浮かべるな。今日の宿もドミトリー予約したんだけど、バス停からも近くて駅からも電車の駅からも近くて、そしてメテオラもこうやって見えるというなかなかいいところなはずなんだよね。めちゃくちゃ雰囲気のいいバーが1階のホテル。そしてアイスクリームをいただきました。ウェルカムギフト。おー綺麗じゃん。昨日より綺麗だぞ。安全対策もバッチシ。バッグ丸ごと下に入れられるから、しかもちゃんと鍵もつけられたので OK。 お、なかなかのビッグボディ。ベランダもついていて、ここのテラスからはメテオラの絶景が見えます。バスルームは共有ではあるんだけどだいぶ綺麗だな。昨日よりも全然綺麗。 Wi-Fi の速度は結構速い。嬉しい。アテネとは違い活気があるね。いやなんか見てて楽しいわ。あ、可愛いね。うまそう。メテオラ行きのバスは1日3便しかなくて、今の時間だと2時45分かな。あと2時間後なんで、まずはちゃんとバスが2時45分にあるかっていうのと、明日アルバニアに行くのでアルバニア行きのバスのチケットも聞いてこようと思います。 KTEA バスステーション、多分ここなんだよね。アルバニア行きのチケット買えるのもバスバスの方が楽だよ。これは行き帰りバスを買います。Ναι, το γεννιώτικο είναι. Πάω Λαμία, περνάω από εδώ μετά από εσάς.ギリシャは全部カードで行けるんで。 Καλά, θα συνεννοηθώ και άμα θα πούμε. Να σας πω τώρα στο δεύτερο στενό, να στρέψω κάτω βγαίνω, δεν είναι. Όχι στο πρώτο που είναι το σούπερ μάρκετ. Που κατεβαίνει. Ναι. アルバニアメテオラ OK、 Thank you so much。 美味しいと噂のミテオア、なんかミテオアみたいな名前で家庭料理らしい、ギリシャの。店内の様子は中もあるんだけど外もあって、何より店員さんがフレンドリーで最高。家ミスタ到着。いただきます。初家ミスタだ。美味しい。うまい。日本でいうなら、肉詰めなんだけど、このご飯が入っていてトマトの中身とかを一緒に混ぜて作るのが特徴的。味付けはトマト味なんだけど結構トマトの酸味が強くて美味。ごちそうさまです。今教えてもらったんだけど、これがメテオラ行きのバスらしい。メテオラ行きのバス乗車完了。いや今んとこまだ誰もいないな。メテオラの修道院群到着。あっち側の一番奥にあるのが一番有名なメガロメテオロン修道院で、今から僕たちが行くのはバルラーム修道院。なんでかっていうとメガロメテオロンに関しては4時で、いや違うな、3時で閉まっちゃうということで、もう時間アウトなんで4時までやってるベルラーム修道院に行ってきます。入り口はこんな感じなんだね。どっかで多分入場料払わなきゃいけないと思うんで、この先かな。ほんとすごいところに修道院作ってるよな。この堆積している岩は6000年前から堆積したもので、その上に建てたっていう修道院なんだけど、この中で瞑想したりとか修行を積んでる人がいるらしいです。今もだから騒ぐなって書いてあった。またなかなかの階段だな。結構急で階段を登っております。修道院に入るにはかなり混んでおります。行列。修道院の入場料は1人当たり3ユーロ。
なので500円ぐらいか。かなりの人でごった返しております。中は本当おとぎの国の世界っていう感じで、もう可愛い見た目と、あとは自然豊かというか、草花で溢れてるのがまた綺麗で可愛いです。ここはすごいわ。今中入ってきたところはもうめちゃくちゃキリスト教の十字がいっぱいあるな。教会の中も雰囲気がっつりだな。帰りのバス到着。行き乗ったバスと同じバスなんで、行き乗ってた人もずっと乗ってんだな。そういうパターンもあるのか。この修道院6個ぐらいをバスが回ってるんだけど、もう一人一緒に乗ってた人は降りてないんだよ。ずっと乗ったまま。ありかもね。宿帰ってきました。やっぱこっから見えるだけでもさ、この地形ってすごいよね。めっちゃ綺麗ということで、今日はもうさっきオレンジ買って食べたんで、宿でゆっくりしたいと思います。明日は11時かな。11時のバスでアルバニア向かっていきます。今日はこのギリシャからアルバニアに向かうんだけど、めっちゃ美味しそうなパン屋さんがある。今カランバカっていうところにいるんだけど、ちょっとカランバカは一旦走ってこようと思います。昨日も上までバスで行ったけど、すごい風景だよなこれ。アテネは街中に注射器持って本当に薬中みたいな人が結構いたんだけど、このカランバカに関しては街が穏やかで、そして綺麗です。ゴミもアテネより道に落ちてないし、アテネはなんといってもちょっとしょんべん臭かったんだよね。おしっこの匂いもしたんだけど、そういうのもないので、カランバカはすごく清潔でいい街です。ヨーロッパ来たーって感じする。もう匂いがベーカリーです。パンのいい匂いがめっちゃ漂ってます、街中に。さっき通ったパン屋さんで韓国人の男性と出会ったので、そこで一緒に食べてこようと思います。すごいよな。ギリシャ語を学ぶっていうために留学している学生らしいです。英語もペラペラ、韓国語もペラペラでギリシャ語を学んでるって、マジで海外の人たちすげえ頑張んなきゃとも分かれます。やっぱりスパナコピタいただきます。 I know the Japanese player who plays for Chicago Cubs. やはり若干チーズが濃いめの味ですね。イオアニアのバス到着したみたいです。乗ってきます。アルバニアには直接は行けなかったので、イオアニアっていうギリシャのアルバニア側のところに到着しました。多分ここでバス停だから購入できると思うんだよな。チケット購入完了。1個1人当たり8ユーロだから、いくらか600円700円ぐらいです。ここでギュロスを購入します。めっちゃうまそうなギロス。綺麗っすね。絶景を見ながらいただきます。やっぱドネルケバブの焼きたてを入れてくれたから、外側サクサクのジューシー。あとやっぱヨーグルトが効いてるよね、ギリシャは。まるでスイスのような景色だけど、水はそんなに綺麗じゃない。今バスの待ち時間5時間なんだけど、誘惑に負けてビール買っちゃいました。ちょっとだけ飲んでアルバニアの方にぐっすりバスで寝ながら向かおうと思います。ドイツのビールをギリシャで作ってるっぽくて、なんかだから安いのか。ここで乾杯。ちょっと早い。おー、うまいっすね。うまい。飲みやすい。めちゃくちゃ日本好きのクリスティアン。こんにちは。こんにちは。よいってグッドってことでしょ。よいってグッドらしい。面白いな。可愛い。ギリシャとアルバニアの国境到着。
ここでパスポートを見せて入国となります。アルバニアはビザなしで入れるんでラッキー。さすが日本のパスポート。特にスタンプは何も押されずに入国完了じゃなくて出国完了なのかな。ここは今度はアルバニアの入国。無事に入国できました。アルバニア。ここからジロカストロ、こんにちは。ジロカストロ向かってきます。アルバニアめっちゃ綺麗ですね。マジでど田舎って感じで、うわ大自然。ジロカストロは思ったより田舎だな。でもいい匂いってプンプンなんだよね。みんな暇そう。そういう国は大体治安も良くていい国。ジロカストロのホテルはめっちゃ坂の上にあって、なんか口コミには宿はめっちゃ綺麗だったけど、たどり着くまでに吐いたって書いてありました。息が切れたか、息が切れて死ぬかと思ったらしいです。だいぶしんどいなこれは。この先に絶景の宿が待ってると思って登ってはいるものの、だいぶしんどいです。後ろを見ると絶景、これに勇気をもらって進むぞ。今日の宿到着。本日の部屋到着。めちゃくちゃ広い。ベッドがキングが1個のシングルが2つというめちゃくちゃでかい内装になっております。バスルームもここ専用にしてくれていて、ここが僕たちの専用バスルームとなっております。綺麗。なんといってもこの景色。ここが朝ごはん会場となっているんですけど、もうたまらなくビューティフル。めちゃくちゃ可愛いんだよな。ほんと自然豊かな宿っていう感じで、もうほんとなんて言えばいいんだろうね。おとぎの世界。